不動産屋さんの階段です。家を選ぶとき、日当たりやご近所、交通の便などで大概は決めると思います。ただ、事件事故のなかった土地建物でも、しょっちゅうテナントが変わっていたり、登記簿謄本でわかるんですが、頻繁に所有者が変わっていた場合は、何かがあるのかもしれませんね。さて、これは私の友人のお父様が以前不動産屋さんをされていたのですが、その頃に体験した不動産業者ならではの興味深い話です。そのお父様を仮に高田さんとしておきます。高田さんは現在はすでにお仕事は引退し、郊外の田舎でのんびり引退生活を送られていますが、今から数十年前、まだ現役の時でした。高田さんは当時神奈川県の某所で不動産業を営んでいたのですが、ある日一つの区画整理に入る土地を預かることになりました。それは新興住宅街として開発が進むかなり広い土地でしたので、購入した開発業者によってまずはいくつかの区画に分けたそうです。そこで土地の中に開発道路を敷き、3×3 の合計9区画に区分けし、その上に系列の下請けの建売業者が9棟の家を建てました。こじんまりとしたきれいな 3LDK の戸建てが完成し、販売を請け負った高田さんは早速市場に出したそうです。出だしから順調でポンポン契約が決まり、売れていったそうです。そして一棟を除いて全て決まり、高田さんは達成感でいっぱいでした。その最後に残った一棟なのですが、なぜかなかなか買い手が見つからず、開発業者がそのまま確保し、テナントに貸すことにしたそうです。こういう建て売りの場合、同時期に正規の価格で他の家を買ってもらっているので、売れ残ったからといって同じ条件下ですぐに値段を下げて売ることはできません。そこでもったいないですから、賃貸に供することにしました。しばらくした頃でした。その業者が貸していた家の借り手が入居してまだ半年しか経っていないのに、なぜか引っ越してしまいました。まあそんなこともあるだろうと高田さんは軽く考え、また新たな入居する家族を見つけたそうです。ところがその入居者も半年ぐらいで出て行ってしまいました。そしてそれからも次から次へと借り手が入ってはすぐ出て行き、ひどい時は2、3ヶ月で退去してしまいました。他の8棟の家は何事もなく幸せな家族が平和に暮らしていましたが、その1棟だけが人が寄りつかないのでした。長年不動産業をやっている高田さんもさすがに頭をひねったそうです。その家自体は新築ですので、家に問題があるとは思えず、おそらくその立っている場所に何かあるのではと考えました。こういうことは登記簿謄本を見ても分かりません。そこでうちの社長と同じように、高田さんもその地元の人にそれとなく聞いて回ったそうです。するとある興味深い話を井戸端会議のお母さんたちから聞きました。彼女らは高田さんが場所を言うなり即、ああ、そこはダメよと言ったそうです。お母さんたちによると、その家の場所には以前も一戸建てが建っていたというのです。そしてそこには若い夫婦と生まれたばかりの赤ちゃんの家族3人が住んでいたそうです。ところが、その若奥さんが育児ノイローゼになってしまい、ほぼ毎日のように家の中から彼女の叫び声や暴れる音が聞こえていました。そして旦那さんも彼女の言動にだんだん疲れ果てていき、ついに限界に達し、奥さんと赤ちゃんを刺し殺し、最後に自らも首を切って命を絶ったんだそうです。高田さんは一家心中の事実を初めて知りショックでした。そんなこととはつゆ知らず、高田さんたちはその辺一帯をまとめて開発し分譲していたのでした。入居者が居つかない原因は間違いなく怪奇現象があったからだと思いました。でも家も立地条件も申し分ないので、何とかしないとと思った高田さんは知り合いのつてを頼って霊媒師さんを呼んだそうです。そこで霊媒師さんは早速物件に赴き、中を調べて回りました。
そしてついにあの一家心中の旦那さんの霊と遭遇したそうです。霊媒師さんは怪奇現象を引き起こしているこの霊を何とか払おうといろいろ試みていました。ところが霊媒師さん曰く、旦那さんの霊の念が強すぎるというのでした。そしてその旦那さんの霊はもう完全に自爆霊となり、この家の場所から離れてくれないということでした。旦那さんの霊は霊媒師に、自分が死んでしまって亡霊になっているのは理解している。でも楽しかったこの我が家の中に誰も入れたくないし、邪魔されたくないと言ってきたそうです。家はすでに建て替わっていますが、自爆霊はその場所に取り付いてしまい、そこから離れなくなってしまうのです。結局霊媒師は恐ろしくなったのか、霊を払うのを諦めてしまったそうです。高田さんは霊媒師ですらさじを投げた物件をまともに人が住めるようにできる方法が見つからず、とにかく困ってしまったそうです。どうしようかとずっと悩んでいました。結局いろいろ考えた結果、業者とも話し合い、元の更地に戻すことになったそうです。高田さんは何も遮るものがない南向きの家だったので、すごくもったいないなと思いました。更地後はそこを公園にでもしようかと考えたそうですが、その土地に旦那さんの霊が取り付いているわけで、何もできないままになってしまったそうです。その数年後、高田さんが他の用件でその土地の前を通ることがあったそうですが、そこはまだ空き地のままで、何の手入れもされずに雑草が生い茂っていたそうです。こういう土地のことをいみちと呼びますが、若奥さんが育児ノイローゼになったこと自体、そもそも呪われた土地だったからなのかもしれません。その若奥さんは遠い地方からお嫁に来た人で、周りに赤ちゃんのことを相談する人が誰もいなかったそうです。ご近所のお母さんたちは、あの時こちらから話しかければよかったと後悔していたそうです。ところで何棟もの分譲住宅の場合、一定数公園にしなくてはいけない規定があったりするので、一概には言えませんが、たまにありますよね。住宅街にポツンと妙に小さな公園が。それも宅地にしないのがもったいないくらいの良い場所だったりします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。